やばい。これ、やばいよ。爆発しちゃうよ。どうしよう。我が社の資産ですか？望むのであれば、差し上げましょう。ぜひ、探してください。神羅万象を、そこにお供えしてきました。世はまさに、大、愛、王、帝、時代なのであります。と、うちの社長が言っていたので、これで、IoT を勉強することにしました。今更なんですが、ラズパイ4のモデル D です。専用ケース、SD カード 128GB 付きで、2万円でした。ラズパイ、みんな知ってるから。詳細は割愛してもいいよね。ラズパイ4は発熱が大きいらしく、大きめのヒートシンクと、ファンが3つ付きます。ケースは赤と白のツートンなので、かっこかわいい感じです。背面に OS インストール済みの SD カードを挿して完成。ラズパイの電源は USB Type-C です。オン、オフは、こたつスイッチ。モニターはマイクロ HDMI で接続します。ラズベリーが4つ、複数。起動までの時間は40秒ぐらい。OS は、ラズビアンです。初回起動時の OS のセットアップは、だいたい Yes で、OK です。OS のセットアップとアップデートに、だいたい30分ぐらいかかりました。とりあえず、両つべ見れるか確認。普通に見れた？前回までのあの苦しみは、何だったのか。IoT って何？だったので、これも買いました。ラズパイ用の初心者キット、5000円。パーツがたくさん入っています。チュートリアルと、Python のコードを、ダウンロードできる URL が、ついてました。のすけ派、電子工作の圧倒的初心者です。なので、今回はチュートリアルの感想を目指します。まずはラズパイのセットアップ。GPIO の設定確認と、ブレッドボードの接続です。やり方は、チュートリアル読めばわかります、キリ。早速、IoT、やっていきます。最初は初心者御用達、の L 地下。初心者のだいたい 30% が、ここで脱落すると言われています。こんな感じの回路絵が載っているので、同じように接続します。接続できたら、ダウンロードした、L 地下の Python をダブルクリック。で、実行。できました、キリ。プログラム1ミリも書いてないけど、IoT できました。サクサク進みます。次は LED のバーです。回路絵はこんな感じ。ラズパイの GPIO で、10本の LED を制御します。配線が完了したので、Python をダブルクリック。実行。できました、キリ。ナイト2000ができました。どんどん行きます。次は、7セグメントディスプレイです。回路絵はこんな感じ。
7セグメントは IC で制御するみたいです。詳細は、意味わかめです。とりあえず、配線は完了したので、バイ、ソーン。できました、キリ。セブンイレブンができました。トントン行きます。次はブザーです。回路絵はこんな感じ。トランジスタを使用して、ブザーをオン、オフ、するみたいです。配線完了。バイ、ソーン。あれ？ブザーの種類が違ったみたい。できました、キリ。バックします、ができました。ファンファン行きます。次はモーターです。回路絵はこんな感じ。モーターを駆動させるために、IC チップと、9V のバッテリーモジュールを使用します。配線完了。バイ、ソーン。できました、キリ。エアーマン、ができました。アイテム2号があれば楽に向こうの岸まで着くけど何回やってもエアーマンが倒せないよあの竜巻何回やっても避けれない後ろに回って打ち続けてもいずれは風に飛ばされるタイムレンダも試してみたけど竜巻相手が意味がないだから次は絶対勝つために僕はいい感だけど最後まで取っておくモンモン行きます。次はキーパッドです。回路絵はこんな感じ。ラズパイの GPIO に直接接続します。配線完了。バイ、ソーン。できました、キリ。電卓、ができました。アムロ行きます。超音波センサーです。回路絵はこんな感じ。超音波センサーは5メートルまでの距離を計測できるようです。配線完了。バイ、ソーン。できました、キリ。ソーシャルディスタンス、ができました。初心者キット、絵的に面白いものだけ紹介しました。いかがだったでしょうか？次回、ラズパイで、ちょっとだけ面白いもの、作ってみようと思います。チャンネル登録して待っててね、キリ。